ワンピース。みんなのラスボス予想とその反応集。単行本104巻まで、ワノ国完結までのネタバレがあります。シャンクス説。シャンクスの一声で、海軍大将、戦国が戦争を呼び、ルフィへの追撃を止める。さらに上の五老星、そのさらに上のイム様にも、一目置かれる。五老星、イム様のいるところは聖地とされるが、自由に行き来している。天竜人出身とかかな。シャンクスはわざとルフィに、ゴムゴムの実を食べさせた説もあるよね。覚醒した姿の手配書見て、意味深な表情してたし、もともと他の人は知らないようなことを知ってて、計算の上で、動いてる説があるよね。シャンクスは、ラスボスかもしれないけど、悪役ではないと思うな。出自が天竜人系っぽいから、逆に差別を嫌っているんだと思う。それをなくすのが、目的と予想。天竜人に、あんなイケメンはいない。頂上決戦でセキュリティ強化中の、マリンフォードに来れる。戦国から特別扱い。世界会議中で、セキュリティ強化中の、マリージョアにフラッとやってくる。多忙の五老星が面会許可。よってシャンクスは、天竜人、なんなら王様。シャンクスだよ。最後は、ルフィ vs、シャンクスで、気持ちよく男の喧嘩をして、勝った方が、ワンピースを手に入れる、っていう話。相打ちかと思ったら、ルフィが勝って終わり。シャンクスの見聞色って、未来見えるんかな。だとしたら見聞殺しが使えないルフィに、勝ち目はないやん。少年漫画的には、シャンクスを悪い感じのラスボスにしてしまうと、尊敬する大人も、裏切って敵に回ることがあるから、信用するな。みたいな意味を持ってしまうから、多分ラスボスにならないと思う。それならルフィが、尊敬する大人であるシャンクスを倒した相手を、ルフィが倒すことで、シャンクスを超えたことを表現する感じかな。マーシャル、D、ティーチ、黒ひげ説。黒ひげ男臭くて好きだな。一番海賊してるし。ルフィとの対比とか、なんかすごい上手いし、敗北者海賊団も、なんだかんだ認めてる感あって黒ひげ対ルフィ。赤犬対サボ。だと思う。赤犬はサボにやらせたいよな。エースの仇だけど、ルフィばかりにやらせたらサボの立場なくなるし。黒ひげは性格が雑魚っぽくて、カリスマ性がないから。シャンクスが、黒ひげに殺される展開はなえるな。ルフィと黒ひげの因縁を作るために、シャンクスが黒ひげに殺されるって。なってもシャンクスが、しょぼすぎてちょっと。黒ひげのところは、強い能力持ちが多すぎて、かえってラスボスはなさそうに思えてきた。最後に戦うのは世界政府だろうけど、海賊として最大の敵は、普通に黒ひげでしょう。エースと白ひげの敵かつ、複数の能力を保有。船員もインペルダウンの、レベル6にいた最強クラスだし。黒ひげの中の、デイビー・ジョーンズがラスボス。デイビー・ジョーンズは呪われて、死んでも魂が残る存在になって、それで心臓が2つある黒ひげに憑依した。黒ひげが夜眠らないのは、昼と夜で人格交代してるから。黒ひげの目標って結局何なんだ？世界を取るとか、俺が最強とか、俺の時代だとか言ってるけど、海賊王になるって発言はしてたっけ？単に強くなりたいだけなんか？黒ひげは、古代兵器系に全く絡まないよな。ラスボスは、兵器にも関わりそうだし。黒ひげではないんか？黒ひげ海賊団は、いかにも海賊らしい海賊、としてデザインされていることを、作者本人が語っているけど、それは同時にラスボスとしての風格が、ないことを意味している。個人的に、あんまり魅力を感じないから他の人がいいな。能力無効化してロギアに勝てます、とかやってたけど吐き出ちゃったし。後々シャンクスの体奪うから、魅力的なラスボスになるよ。それいいけど、腕ない奴の体奪うかな。バギー説。なんやかんやでバギーが、ちゃっかり海賊王になったりして。バギー自身も驚くような流れで。バギーとかいう間違いなくラスボスにはならないし、強さ的に敵にも味方にもなれなさそうだけど。間違いなく、重要なポジション与えられるんだろう。美味しいキャラ。古代兵器の力でなんやかんやで、パワーアップしてそう。インペルダウンの能力説明の時、一人だけバラバラの実の能力、じゃなくて、バラバラの能力、ってご丁寧に伏線されてたので、バラバラも実は神的な実で、覚醒したらヤバいことになりそう。大地の神とか、ロジャーが敵戦から、奪った実ってのも重要そうだよな。一つなぎの秘宝、バラバラの能力。なんかつながりがありそうな気もするな。バギーの誕生日は、8月8日でタスト16。ワンピース16話は、バギー海賊団との戦い。16は、イムでイム様を表すことができる。つまりバギーは、イム様なんだよ。超理論。ワンピースではよく16が出てくるよな。ルフィがした16点称。天竜人の前を横切って、
ストルで16発。これは絶対に何かある。ちなみに単行本16巻は、チョッパーの受け継がれる石だから、D の石と関連付けたりできそう。かけると64。64話は大戦争が登場した回。つまり頂上戦争を超える大戦争を起こすのが、バギーなんだよ。今後どんな展開になったとしても、バギーさんにはアホなことやっててもらいたいな。世界政府説。世界政府だろう。世界政府が、ラスボスになりうるだけの戦力があるんなら、とっくの塔に、四皇をはじめとする海賊たちを殲滅して、自分たちが世界を牛耳ってるはずじゃね？世界政府の最高戦力は大将だから、それ以上はいないんじゃね？例えば天竜人のボスとかに、大将よりも四皇よりも強い奴がいたとしても、そいつは戦力とは言わないと思う。結局、ワンピースが何なのかによるよな。ワンピースが空白の100年に関するものなら、ワンピース手に入れて、世界政府との決戦やな。戦争みたいになって、大将になったコビーが戦いに、参戦してきたりしそうだな。D の一族説。D の王国側として、ルフィやドラゴンが共闘するんやろな。ネットで散々予想されてることだけども、ラスト付近では、今争ってる連中が一つにまとまって、ワンピース、共通の強敵と、対峙する展開になるのは、ほぼ決まりだろうな。D の一族ってのも、頭文字から、デビルなのか、デーモンなのか知らんが、つまりは、この物語の独特のキーワードである、悪魔の実の謎を知る一族の末裔ってことだ。ラスボスは、D の一族のリーダーかもしらん。ワンピースとやらを、握ってる能力者だろうな。D の一族が、悪魔の実を作り育てた。その目的はラスト近く。ラスボス勢力が登場してから、明らかにされるだろう。今やってるドンパチなんざ、いずれ結託する、仲間同士の喧嘩に過ぎない。D イコール、半月だろ。つまり、月の末裔 VS、地球人ってことだよ。ラスボスが宇宙人みたいなのはやだな。月に住む一族の末裔が、D の意味なら終わってるね。宇宙まで風呂敷を、広げちゃったら収集つかないわ。イム様説。黒ひげかと思いきやイム様。イム様イコール、シャンクスオア、ロジャー。黒ひげをやっつけてから最大の敵、イムをシャンクスと共闘する流れかな。ゴール、D、ロジャー説。ゴールドロジャーだろうな。何らかの手段で生き残っており、ワンピースを守護しているとか。で、ワンピースを手に入れ、海賊王と呼ばれるようになるが、体は限界を迎えコビーか、スモーカーあたりがラスボスで、敗北し笑顔で処刑される。黙々しちょるだけのやつなんて、このままフェードアウトやろ。外伝で海軍対象になったとかやろな。ラッキールー。一番怪しい。ゴールドロジャーこいつだったオチ。シャンクスのミビューで、ルフィのこと何もかも知ってる。ロジャーじゃね。実は不死身の節々の身の能力者で、ワンピースのありかで滞在してるとか。ロックス、D、G ベック説。誰となった人へ、95巻の957話を見てね。ロックス、D、G ベックだな。ロジャーの前の時代、白ひげ、カイドウ、マム、シキなどを、船員として従えた、ロックス海賊団の船長で、戦国からロックスは、間違いなくロジャーの最大の脅威だったと称されてる。懸賞金はおそらく、白ひげの50億以上は確定。ロックスの目的は、世界を支配する王になること。これラスボス確定やろ。黒ひげの船の名前が、サーベル・オブ・ジーベック号やから、黒ひげはロックスの意志を継いでるのは確定。黒ひげの中に、ロックスがいる感じかな。今流行りの転生系か？悪魔の実がなる木説？悪魔の実がなる木だな。銃とかでも悪魔の実を食べられるのは、アラバスタで証明済みだし。複数の悪魔の実が宿る木、擬人化が、ラスボスで決定だろ。悪魔の木だから、デメリットなしで悪魔の実の力を、複数使えるとか言い訳し放題だし。人の実モデル邪神〇〇、みたいに簡単に、人格持たせられるのもやばい。宝珠アダムが、悪魔の実がなる木だと思ってる。どうやって勝つん？能力者が軒並みやれて、無効化されていく中、ルフィだけがニカの力で対抗できる。なぜなら神だから。多分悪魔の実がなる木は、天竜人が所有してるんだろう。海軍が当たり前のように能力者を、集めてるのが不思議やし。人か存在しないで確定してると思ってたわ。確かに身の復活方法とかは出てきてないな。ベガパンク説。ベガパンクだと思う。断言するけどベガパンクは、物理的に頭が巨大な人間。今までシルエットが登場するたび、不自然に頭部だけ描写されてないし。世界最大の頭脳、とか言われてるし。人のみモデルペガバンクとかかな。その他、ゾロ屋で、海賊王 VS、海賊ガリア。ラスボスは、ニカが暴走したルフィだと思う。
間違いなく25巻、表紙の親方がラスボス。ラスボスが1巻から登場してるって、オダッチが言ったって本当？ソース見当たらないんやが。誰がラスボスでも、もういい。こんなにワクワクできる漫画に、リアタイできることが嬉しすぎる。以上。色々な人気漫画の考察、反応集を投稿していくので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。